空音の見えない世界のお話、今日から始まります。こんにちは。スピリチュアルカウンセラーの空音和美と申します。私は2009年からこの仕事を始めましたが、最初から何かが見えたとか聞こえたとかではなかったんです。でも、そういう世界はあるんだっていうのはずっと信じてはいました。そしてごくたまに不思議なこともあったりはしました。で、2007年からチャネリングやヒーリングなどを学ぶことになって能力開発したタイプなんです。能力開発って言ったことに実は意味があって、そういう能力は皆さんが本来持っているものなんですね。って思うかもしれませんが、実はそうなんです。で、そこからさらに不思議で面白いことが私の場合加速していきました。けれど私の周りにも見えない世界ってあるの？あるわけないじゃんとか、そんなの気のせいだよなんていう人たちも結構いるんですよね。ということで、そんな私の体験を話すことで視野が広がったり、本来の自分を思い出すきっかけになると嬉しいなと思って、ここで話してみることにしました。よろしくお願いします。第1回目の今日は、私が初めて見えない存在からの声を聞いたお話です。スピリチュアルと言われる勉強を始めた頃、2007年くらいなんですけれど、その時にある方からブレスレット、天然石のブレスレットを持ったらいいんじゃないって言われて、買いました。で、その時全然知らなかったんですけど、やっぱり天然石ってエネルギーを放出するんですよね。で、そのエネルギー放出に合わせてそこに波動が寄っていったりとか、サポートのエネルギーが来たりするんですけど、ずっとほっといておくといらないもの吸っちゃったりとか、パワーがね弱まっちゃったりするんです。だから天然石って必ず浄化とチャージっていうのが必要なんですけど、で何も持ってなかったんでなんか水晶かなんかでチャージできたらいいなと思って、で近所の石屋さんに行きました。でその頃まだなんかくず水晶って言って先が欠けたりとか、なんかちょっと見た目透明じゃなかったりとかっていう水晶がごちゃんと山のようになんか500円以下の金額で売ってたんですね。でその中から最初はねクラスター買おうとか思ったんですけど、高いのですぐにめげて、1個でもあればいいかなんていう程度でその中から1つ選びました。でその頃はもうちょっとなんとなく触ればわかるかなっていう、自分に合うエネルギーがあるっていうのが分かってきてた頃だったんで、一つずつ持ってみてたんです。そしたらピタッてするものがあったんですけど、その子がねなんかねあんまり透明じゃないし、なんか線入ってるし、なんとなく黒っぽいもの入ってるし、あんまり好きじゃなかったんですよね。でもやっぱりエネルギーが合うので思い切ってそれを買うことにしました。でそれで持って帰って、浄化のために買ったんですけど、とても気に入ってずっと持ち歩いたりしげしげと眺めてたりしてたんですね。である時たまたまなんか見つけたネットの情報で、水晶の中にレムリアン水晶っていうのがあるっていうのを見つけたんです。でそれはどうもバーコードみたいに線が入ってる。あれ、うちの子もしかしたらレムリアンって、あれバーコードみたいだよねと思って、その子を持ちながらなんかポロンって口から出たんですよね。あなたもしかしてレムリアンって。でそしたらなんとなく曇った感じのところからキラーンって虹になっちゃって、いきなりもうねびっくりしました。それなんかインクルージョンとかいうものらしいんですけど、そこがね本当にね虹色にキラキラしてるんですよ。でそこでそこからだからその子は多分目覚めたんだと思うんですよね。でそこでまた気に入ってある時また持ち歩いてたりしてた時に、たまたま2階に行こうと思ってその子持って歩いてたら、シャスタに行けって突然大きな声の男の人が耳元で言うような感じで、そういう声が聞こえたんですよ。でもねあまりにもはっきり聞こえるし、ちょっと息子がそばにいたんで息子に聞いてみました。
ね、ちょっと今シャスタに行けって言ったって言うわけないでしょ。息子だってきょとんですよ。言わんよそんなことって。で、慌ててパソコンで調べました。シャスタって何と思って。でもシャスタなんて言葉も知らないですし、そしたらね、あるんですよ、シャスタが。もう本当にもうね、レムリアンの時からもね、2度目ですね、その腰抜けましたね、本当にね。で、シャスタっていうのは何かっていうと、アメリカの西海岸の方にあるんですけれど、もう聖なる山って言われてて、レムリア時代の人たちがレムリア大陸が沈むっていうことが分かって、でそのシャスタ山の地下にテロスっていう都市を作ってそこに逃げ込んだっていうんですね。でその逃げてそこでまた平安に暮らしてるとっていうお話のようなものを見て、ここに行けっていうのと、アメリカだよ、何しに行くのって、ちょっと思いましたね。で実際に私の身が行けたのは7年後だったんですけど、そこから2年後くらいかな、私がそのスピリチュアル的なことを勉強して教えてもらってたところで、たまたまテロスに行くワークっていうのがあったんです。でテロスっていうのは先ほども言いましたけど、そのレムリアンの人たちが移り住んで新しく町を作ったのがテロスで、シャスタ山の地下にあります。でそれを受けることになりました。で受けた時に、それぞれが、10人くらいいたんですけど、瞑想状態になって、でテロスの案内人という人たちが、2人つくわけです。でその案内人の人たちに私は導かれていったんですけど、場面が変わって、向こうの方に白い筒状のドームのような、この先が都市なんだなって分かるところのその手前のところにある筒状の廊下みたいなところがあって、窓があるんですけど、で外は乾いた土なんですね。で上には真っ平らになって空があって、でそのね筒状の都市に向かう通路みたいなところを案内人の人と3人で歩いてるんです。でそしたら左側からサラ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 っとすごく気持ちのいいエネルギーが降りてきたので、これは何ですかって聞いたら、これはテロスの地のエネルギーですって言われたんです。ではあって思いながら、そしたらもうそこで帰ることになって場面が変わって、もうすっかり都市の中心に行くこともなく私は帰ってきてしまったんですけど、で皆さんでそこで報告がありました。でどんなんでした？あなたの見たテロスはどんなんでした？って言ったら、その中の一人の人が、私はテロスの愛の泉のエネルギーをもらってきましたっていう人がいたんです。であら、あの人もエネルギーもらってきたんだ、私もその地のエネルギーをもらってきたって。地っていうのは、後で思ったんですけど、大地の地かなって最初思ったんですが、英知の地でもあるんですよね。でそんなことでそれぞれもらってきて、さあどうしましょうってなった時に、その中の方の一人が、それくっつけたらいいんじゃないって、くっつけて新しいエネルギー作ってみたらっていうので、くっつけちゃったんですよ。でそのエネルギーが出来上がったっていう日が、娘が前日成人式だったんですよね。で成人式の着物を返しに行くっていうんで、借りてた札幌ファクトリーっていうショッピングモールがあるんですけれど、そこに、息子荷物持ちにして行ったわけです。で返し終わった後、息子がトイレに行くっていうんで、私することないんで、じゃあ今のうちちょっと遊んでみようかなって。であれこれ順番変えたりとか、入れるもの変えたりとかしながらやってたら、やっぱりそこそこね圧が来たりとか、何も感じなかったりとかっていうのがあるので、これやっぱりできるのかもしれないなと。で最後に出来上がったのが、それが本当に出来上がった瞬間にブワーっていう、もう竜巻かみたいなくらいな風圧が来て、これでできたんだって思えるエネルギーだったんですよね。でもね、ファクトリーですよ、工場。すごくないです？なんかもうね、できすぎだなと思って、ちょっと笑っちゃいました、後で思い出して。
でそのエネルギーはミュウっていう名前が後からつくんですけれど、愛の泉のエネルギーをねもらってきた人たちとユニットを組んで、それをねミュウを伝えていくことになるんです。で最初の頃はやっぱりそのたくさんの人に伝えてくださいって言われてもらってきたんで、伝えなくちゃいけないって思って、で無料遠隔ヒーリングなんかを何年かやってました。今はもうねユニットも解散したんですけれど、そんなことをやってました。で私が実際にシャスタに行けたのは、そこのシャスタに行けっていう言葉を聞いてから、声を聞いてから7年後くらいだったと思うんですが、ただただ楽しく癒された旅だったので、何のために行ったのかしらっていう感じだったんですよね。だから帰ってきて思ったんですけど、テロスに行くワーク、あれが必要だったんだなっていうのは思いました。それが私が初めてはっきりと見えない存在からの声を聞いたお話になります。以上です。ではまた。